皆さんこんにちは。料理家の今井真美です。アシスタントの野島次郎です。今日はトウモロコシのオムレツを作っていきます。はい、このレシピはですね、毎日の新しい料理に掲載されている料理です。はい、このチーズたっぷりのトウモロコシのオムレツ、今の季節にぴったりの簡単にできるけど豪華に見えるというすごくいいレシピなので、ぜひ皆さんお試しください。はい、では早速始めていきましょう。まず用意するのはトウモロコシ1本です。はい、はい、よくスーパーとかでね、3本いくらとか、ちょっとこの時期ね、なってるのを見つけたら何本か買って1本はこのトウモロコシのオムレツにするというのが我が家のいつもですね。今トウモロコシの時期がなんか早くスタートしてるし、遅くまであるような気がする。なんか最近ね長くなったよね。長くなった前より絶対。やっぱり夏が長いからじゃない。でこんな風にそぎ切りします。結構大胆にいくんですね。はい。である程度粒が切り落としてまだちょっと芯に粒が残ってたら、もう一回いっちゃう。さらにこういう風に切ってもらう。あんまりじゃあ形をとかっていうこだわりはなく全然落とすと。はい、こだわりなくこだわりなく。はい、こんな感じですね。そしたら粒が取れたので、これが大きいボウルにもう卵4個を割り入れています。でここにトウモロコシを入れていきます。これはすごくうちの子供たちの大好物で、確かにこれは子供も好きだ。ベーシックのトウモロコシのオムレツを今日はご紹介しますが、いろいろこれはアレンジが効くレシピなので、最後とろけるチーズ、ピザ用チーズを使って、仕上げるんですけど、そのチーズもいろんなチーズでできます。ではもう卵にトウモロコシが入っています。次はもうどんどん調味料を入れていくだけ。で、塩が 2g です。塩 2g。なので小さじ2分の1弱か、もしくは塩2つまみ程度で、大丈夫です。で、牛乳。で、要はですね、このメープルシロップ。この段階で入れる。この段階で入れます。で、メープルシロップって甘いでしょ。で、トウモロコシってさ、甘じょっぱいのが美味しくない？確かに。お祭りとかのイメージ。そういうイメージでちょっと甘じょっぱい感じでメープルシロップを入れます。大さじ1。大さじ1入れました。そしたらこんな風に。そのまま混ぜちゃう。均一になるまで混ぜます。最初卵を割り入れるときに大きいボウルにしてもらうのがいいですね。この白身がこうすくうように切るといいです。トウモロコシの粒が入ってるからすごく混ぜやすいんです。だから泡立て器を使わなくてもヘラで大丈夫。確かに綺麗に混ざってますね。油大さじ1入れます。ではフライパンに油大さじ1を入れています。油はサラダ油でも菜種油でも米油でも構わないです。私は、米油を使っています。で、油大さじ1にさらにバター 5g 入れます。これがちょっと要なので油の量は減らさないでください。では今中火にかけました。で、必ず蓋を準備しておいてください。蓋がちょうどはまるフライパン。で、蓋がないよっていう方は、アルミホイルとかでも構わないです。最後チーズにこうとろっとさせるために蓋が必要になってくるので、ここで中火にかけてバターが溶けて泡が細かく小さくなってきたらこの卵液を入れます。ちょっとね油たっぷりなんでこの側面の方にも油をなじませておきましょう。ふつふつして泡が小さくなってきたので、もうじゃあここに入れていきましょうね。ジャバッと。
じゃがっと。おお、そういう感じ。ちょっと早かったかな。でも大丈夫。うん。うん、ちょっとこんな風に縁が固まってきたら、はい、真ん中をこう、モーゼのように。モーゼのように、はい、分かるような。そう真ん中を。はいはい。なるほどね。はい。縁をこうね、ちょっとまだ縁が固まってなかったらちょっと置いときましょう。少し固まったら、縁がちょっと固まったら混ぜる。今強めの中火って感じ。強めの中火ですね。はい、グツグツではない感じですね。これでも結構大事なポイントな。そうですね。ね、これ強すぎるとモロモロになっちゃうだろうし。強めの中火で。でも結構攻める感じだ。これででももう戻ってこなくなったら、広げていいと思います。ああ、なるほど。こんな感じで。もうこれで十分ふわふわに。油をちゃんと使ってるので、ふわふわに仕上がると思います。でここで、チーズを入れます。もう本当にあっという間。なんかこういうオムレツでもうちょい時間かかってるイメージあるけど。そう。早いですね、これは。でチーズを入れて、蓋をして、2分このまま加熱します。蓋をしてこのままチーズを2分弱火で蒸し焼きにしていきます。もうなんかいい匂いが、しますね。これね、これ楽ちんなところは裏返さなくていいんです。今そこちょっと心配してました。なぜならトウモロコシも生で、確かに半生というか、半生というか火が通りきらなくても食べられる食材で、卵もそうでしょ。だからこう完全に火が通ってないと食べられない食材は何も入っていないんですよ。でチーズも蒸らすので、火が入るので、裏返さなくても大丈夫。いけると。で裏返さないことによってこの上がちょっとトロトロに仕上がるので、いいんです。下はでもねちゃんと焼けてるわけだから、なんかタルトみたいな感じ。キッシュとかなんかそっち系。あとなんかねピザみたいな。そうだ、ピザ。そう。甘いトウモロコシとやっぱりメープルシロップがね。あ、そっか。トウモロコシの焼けたとことメープルシロップが。甘みと香ばしさも。かなりなんか洋風なというか。だからこれに刻んだディルとかのせると。2分経ちました。それではもう火を消しましょう。でここから5分余熱で蒸していきます。火を消した状態で蓋をして5分蒸らします。いきます。いやー、おいしそう。チーズすごいね。海みたいな。ね、チーズの海だよね。これ焼けてるコーンも美味しそうだな。ね、そうそう。カリカリふわふわトロトロの感じがすごいんだよね。でこれをお皿に移すんですけど、今から怖い人はねもうフライパンのまま出していい。確かに、小さいしね、食卓に乗るサイズかもしれない。乗るサイズ、邪魔にならへんサイズやったら、それでいいかも。無理してお皿に出そうとしなくていいと。でも崩れてもね、それはそれで。いいですね。でもその感じもいいな。いいですね。こんな、割れちゃった。ちょっとそこは、いいですね。焼けてます。スルッと。しょっと。おー、いい。いいですね。ではこれで出来上がりです。それではいただきます。もういい香りがいただきます。これは間違いないよね。コーンがね、
幸せの味。幸せ。香りが本当にいいです。じゃあ。これは本当幸せの味です。もうぜひ二郎さん召し上がってください。はい、いただきます。美味しい。本当に映画館のポップコーンの香りする。美味しい。これかなりうまいこれ。なんだろう、攻撃的なのに優しいよね。確かに。でもすごいなんかアメリカンな感じするね。なんかどっか。なんだろう、旨味はすごい強いねんけど優しい。けどなんかジャンクっぽさもあるんやけど、優しい。これいや美味しいな。焼けてるコーンと、この中で蒸されたコーンを一緒に食べることあんまないのかな、もしかしたら。確かに。まあ焼きもろこしとかあるかもしれないけど、それにチーズと卵だから、なんか本当に素晴らしいメンバーだなこれ。あとね、私トウモロコシのお料理好きやねんけど、バラバラになるでしょ。ね、卵やと余すことなくトウモロコシが食べれる感じが。そうだ、こんなに一気に口に入ってこないの普通は。バターコーンもさ、もぐもぐしないといけなかったり、最後の一粒がねあれやったりとか、これはもうそのバターコーンっぽい感じもあるし、甘じょっぱくて焼きとうもろこしの感じもあるし、でチーズでとろっとしていろいろなんか兼ねてるんだよな。でこのやっぱそのメープルがかなり絶妙に入ってる。絶妙。いや素晴らしい。これぜひメープルシロップでお試しください。ちょっとね、お砂糖バージョンとか蜂蜜バージョンとか、作ったことがないので、もしメープルシロップないわっていう方は、それで試してみて、またご感想を聞かせてほしいです。はい。レシピの詳細は概要欄をご覧ください。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。